Meshtabi. Season 5. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. 鹿児島界隈注意点です。それでは早速 Let's get it started. 1. Ibusuki. Tosenkyo Sormen Nagashi. Choju-en. イブスキッチャーこれよね。なんか観光客しか行かないっぽいイメージだったからスルーしてたんだよね。はい、だけど一回は味わっておかにゃーねと思い今回はやってまいりました。なんと指宿市営というこの唐船峡の流しそうめん、夏には大行列になるらしいんだけど、今回は季節的にまだ流しそうめんって感じじゃなかったからね。逆に良かったね。だ唐船峡のそうめん流しのお店はいくつかあってぐるぐる回って雰囲気が良さそうで落ち着いて食べれそうだったこちらの長寿庵さんに伺いました。はーい、初体験の流しそうめんならぬ回りそうめん、回転そうめん、これ写真で見た時さって吹いちゃう感じだったけど、いざ体験してみると楽しいこれって感じだよね。ねえ、結構よくってびっくりしましたね。これはまたぜひ暖かい季節に来たい。清流のマイナスイオンを感じながら自然に囲まれてねえ、水の流れを見ながらゆったり食事ができて来てみてよかった。そうめんのつゆが甘めで美味しかったです。はい、流しそうめん、麺も固めで家で食べるそうめんとは一味違う感じでね。なんと流しそうめんが誕生したのは1962年ってんだから驚きだ。そんな前からあるの。最初は普通によくある流しそうめんでスタートしたんだけども、竹筒みたいなやつ半分にしたやつをつないだやつね、だけど流し役問題や川下にいる人食べれない問題、または川下が超忙しい問題など様々な問題があってね、それを一気に解決したのがこの回転式流しそうめんってわけ。なるほど。なんとこの回転式流しそうめんを編み出したのは当時指宿市に合併前の開門町役場の助役だった井上さんだったんじゃ。あの銅像の人ね。もともと井上さん戦時中は航空機の設計の仕事もしてたもんだからメカに強くってね、回転式を編み出したんだとさ。そうなんだ。何でも奥さんがたらいで洗濯する姿を見て思いついたんだとかっていう話。これで特許も取ってるんだよ井上さん。だけど特許権はすでに海文町に譲渡したんだってさ。すごい井上さん。すっげえな井上さん。楽しい流しそうめんごちそうさまでした。 2. Kirishima. The Nook. 鹿児島は国分町にありますザ・スヌープさん。2010年に都城でオープンしたトマトラーメンのお店。あれ、都城が本店。そう、元音楽家というキャリアを持つ店主さんはなんだってスヌープで音楽家ときたらひょっとして世界的な。いいえ、違います。スヌープドッグではありません。ちょっと調べたんだけどね、どんな音楽家だったのかは分かりませんでした。でもお店の名前からしてそっち系なのかも。でしょ。グラナパダーノか迷ったんだけど、グラナパダーノ初回につき一番人気のシンプルなチーズってのをいただきまんます。トマトパスタのような味わいでチーズを混ぜるとまろやかで美味しかった。ラータリアンって感じね。ラタリアン。 Bartalian. ラーメンとイタリアンでラータリアン。なるほど。鶏ガラスープにトマトソースを合わせたダブルスープ。しっかり濃いめの味付けは最後にご飯を入れて締めのリゾットも楽しめるようにってことなのかな。いいねそれ。全国のラーメンとパスタを食べ歩き、スープと麺を追求するうちにラーメンに魅了され、都城の小さな古民家でお店をオープン。現在は宮崎、鹿児島、福岡、熊本で14店舗にもなるそうです。あら、そんなにあるんだ。ぜひエビトマト味ってのもお願いしたいですね。いいねそれ。賛成。お願いします。 3. Kagoshima. Jumbo Machi Hirataya. 桜島の真ん前にありますジャンボ餅屋さん。
視聴者さんからもおすすめいただいてたのですが、前回来た時はたまたま定休日で食べられずリベンジでござる。店内でも食べられますし、テイクアウトも OK ということなので、どうしても桜島を眺めるビーチで食べたい飯田ビーズ、テイクアウトで注文。はい、平田屋さんではテイクアウトも注文を受けてからお餅を焼いてくれるので、焼きたての柔らかいお餅がいただけます。隣の中川さんでもテイクアウトをいただきましたが、こちらはすでに箱詰めされて陳列されているものなので、お持ち帰りは断然平田屋さんがいいですね。甘さ控えめ、優しい醤油みたらしって感じで美味しいね。お隣の中川さんちは若干味噌っぽかったね。そうだね。ところで、なんでジャンボこんなちっちゃいのに。はい、ジャンボ餅の由来に関しては諸説ありすぎて、どれがまことかさっぱり分かりませんでした。ジャンボっていうのは鹿児島弁で、武士の大小2本の刀のことを言うそうなんですが、餅が2本の串に刺さって提供されることに由来してジャンボ餅と言われるようになったという説や、1967年に鹿児島市に新設合併した旧谷山市のジャンボ屋呉服店が売り出したジャンボが始まりという説など、いろいろこちらの平田屋さんでさえもはっきり分かっていないようなんです。なんですと？そうなんだ。大元はおそらくゴンメ餅ってやつなんだけどね。ゴム餅でしょ？ごめん、これでゴンメ餅って呼んだって。そうなの？これ5文で売られていたからゴンメ餅って言うんだけど、なのに5文じゃなくてゴンメ餅って呼ぶのはなぜなのかは不明。鹿児島の人に聞いて。わかった。それでね、インフレやトランプ関税の影響でこんなに米が高いんじゃもう5文じゃやってらんねえよってことで値上げを余儀なくされ、なんか時代が錯綜してる。値上げすんなら名前変えなきゃダメじゃねってことで、ジャンボ屋呉服店の名前を取ってジャンボ餅ってことになったのではなかろうかと思いましたね。思いましたってあなたの感想？それ。そう、正確な記録も記憶も残ってないんだよ。要するにジャンボ餅ってことね。だ。 4. Higashi Sengoku Wunagi no Sui Yoshi。 やっぱ鹿児島言うたらうなぎでしょ。セコドも大好物だったらしいからね、うなぎ。ってことで、鹿児島市の繁華街天文館ハイカラ通りにあります食べログ100名店選出のうなぎの末吉さんへ。安いね。100名店でこの値段っちゅうのは九州ならではかな。ねえ、はい、うな丼です。これならしょっちゅううなっちゃうよね。うなっちゃうだもんだから、そりゃそうね、大人気。はい、行列。店頭のウェイティングシートに名前を書いて待つ。ちゃんと椅子が用意されてるのは嬉しいね。じいちゃんばあちゃんからファミリーまでうなぎはやっぱ人気ですね。はい、10人待ちくらいだったけど20分くらいで呼ばれましたね。店内は広く2階席もあるので開店早めでした。タレの量を注文時に多めや少なめと頼めるのも嬉しい。今回はお初なのでノーマルでいただきました。隣のマダムはもうちょいタレ欲しいねって言ってたけど、私はこれで十分でございます。美味しいうな丼、値段を考えたら世界ベスト5に入るんじゃないかしら。正解。美味しゅうございました。5. ニューヨーク Iposuki Yamakawa Sunamashi Onsen Sayuri。 九州の南端に近い静かなビーチで砂蒸し温泉初体験。視聴者さんのおすすめもありましてね、一度は体験したくって。2人で砂かぶっちゃ撮影できなくなっちゃうんで、おいちゃんはカメラマンで潜入と思ったらそれはダメってことなので、だけど撮影料500円をお支払いしたら撮影していただけるってことなので、おいちゃんはお払い箱。グリーンのグラマラスな入浴シーンをお楽しみください。いやー、というわけでグリーン一人で蒸されてまいりました。受付済ませたら受付済ませたら更衣室ですっぽんぽんになって浴衣に着替えます。タオルは持参でもいいし貸しタオルもあるから手ぶらでも OK。通路を出るとテントの下が砂場になってまして、係のおじさんが寝床を整えてくださり、いざ入茶。気をつけの状態で寝転がっておりますと、おじさん2人で
まんべんなく砂をかけてくれんのね。寝っ転がった瞬間からあったかくて気持ちいい。体感温度は38度くらいかな。ぬるい湯船に浸かってるみたい。砂自体若干湿ってる感じだけど重たくない。ただ一層砂がかかった時点でなんか自分の脈が打つ音がすんごい感じん。ドゥクンドゥクンってサウナじゃ感じないのに不思議な感覚。酔っ払った時みたいな。そんなのなったことない。ない。俺だけ？多分だいたい入ってる時間は10分くらいかな。だけどものの3分くらいでじんわり汗が出てきたね。岩盤浴と違って砂で柔らかいから腰も痛くないし、これはぜひまた入りに行きたいわ。おいちゃんなら秒で寝れるよきっと。はい、いつでもどこでも寝れます。気持ちよかった。6. Today's Katsu Curry. Kagoshima. Tanaka Curry. この川椒ハウスの看板気になるね。誰なんだろう。鹿児島といえば川椒ハウスだね。川椒ハウスの看板からも近いカレー屋さん、メンチカツが人気らしいのですが、ここは黒豚リベンジの黒豚ロースカツカレーをいただきに参りました。そうそう、昨日食べた黒豚とんかつが黒豚さんに謝りなさいよってやつだったのよね。そうなんだよね。結構黒豚って歌ってて、あれってのばっかりでね、美味しいのにまだ当たってないんだ。あちゃ。今日こそはってことで、はい黒豚ロースカツカレー。これカレーは中辛無難な感じかな。日本っぽくない欧風カレーで当たり前か。これは OK いいですよ。で黒豚さんのおとんかつはどうかしら。これがね美味しいよ。とんかつだからね、黒豚の良さまでは感じれずかな。黒豚って薄いんだね。まあ薄いカツ好きじゃん。好きさ。衣が好きだからね。でしょ。でも黒豚の実力はこんなもんじゃないと思うんだよね。黒豚の美味しいやつ探さなきゃね。どなたか美味しい黒豚とんかつご存知の方教えてくださいな。よろしくお願いします。 7. Kagoshima. Mawaru Sushi Mekmon. 飯旅ーズ的に鹿児島来たらここなんですね。前夜もメッケモンさん来たんですがね。はい、夜8時頃に来てみたらすでに本日の受付終了しちゃってました。相変わらず大人気ですね。というわけで今回はランチ開店10分前に来てみましたら1巡目で入れました。まあ曜日にもよるかもしれませんがね。はい、おいちゃんどうしても鹿児島名物のきびなごが食べたくってね、まだ未体験だったんで。だけど単品できびなごってのが見当たらず、青物3種盛りってやつを注文。アジ、しめ鯖、きびなごがセットでいただけます。これすごいね。アジなんてお作り状態だよ。きびなごは、特別好きなタイプじゃないっていうことが判明しました。伊藤咲子みたいな感じかな、例えるなら。誰それ。あれ知らない？スタタン出身の歌手だよ。知らない。可愛かったんだよ。ひまわり娘なんて知ってんじゃんか。しめ鯖はアレルギーだけど久しぶりに食べてみようと思いましてね、お腹グー言いましたけど、さてこれでかゆい症状が出るか否か、いざ人体実験。大丈夫？無茶しはりますね。いやー、こちらは立派な味じゃござんせんか。美味しい。お作りっぽく提供されるのもテンション上がる。しかもこのアジの骨後で唐揚げにしてくれちゃうってんだから驚きだよね。すごいよね。回転寿司ってだよねえ。はい、カラッと揚がったアジの骨せんべい。唐揚げっぽい味付けでこれまた美味しい。ビールのつまみにもってこいのやつ。気づけば太い骨から頭までグリーンがバリッバリ食っちまったとさ。いや、頭は食っとらん。頭はやっぱドルフィンさんは別格ってことでよろしいでしょうか。そうだね。実はメッケモンさん他のお店も行ってみたんだけどちょっと違った感じだったんですよね。もっと他のお店も行ってみなきゃ。そうだね。ちなみに人体実験の結果は大丈夫だったのよね。そうそう、ちょっとずつサバ取り組んでいきたいと思います。よかったね。だ。 8. Ar-Elah. Bayside Wellness Park.
暖かい季節になりました。暖かくなるとね、芝生が恋しくなっちゃうの。ってことで、初めての九州ゴルフ。パフパフ。なんと5年ぶりのラウンドでございましょうかね。はい。経済的理由で自粛してましたんでね、ゴルフ。はい。だけど今でもこういうコースでしかプレーする気にはなれませんね。やっぱゴルフっちゃ1人1万とか簡単にぶっ飛んじゃいますからね。1万あったらラーメン10軒いけるもんね。そうだよ。こういう気軽に練習お散歩気分でプレーできるゴルフ場があるのはいいよね。ああ、いい練習になるね。1人2000円で回り放題。じいちゃんたちが散歩に来てましたね。それなりにちゃんとアンジュレーションもあるコースで面白かった。グリーンはボソボソだけどね。はい。意外とスコアは68と72という4打差ダサダサ。マジグロスで負けそうになりました。しかも同じティーからですからね。すごいでしょ。でもスコアねえ、久々の割に上手でしょ。なんてこれパー54のショートコースですから。へへ。十分でしょう。5年ぶりにしちゃ。車中泊で数ヶ月旅を続けてるんで、ゴルフクラブはフルでは積んでないんです。車が狭くなっちゃうからね。でも逆に練習になるね、これ。なる。ちなみにおいちゃんは7番9番52度と58度パターで回りました。私はトルネード77、なんと2004年モデル。これが手放せないのに、7番9番ピッチング、52度とパタース。ゴルフは楽しいね。全部歩きで27ホール回ったんで、体パッキンパッキンになりましたね。小村が行っちゃいました。Komuragare Lee. 9. Higashi Sengoku. Tenjin Bor Marushin. 天文館通り駅から徒歩2分ぐらい、アーケード内にあります。外観がスタイリッシュなお蕎麦屋さん。なぜにか向かいにも鹿児島でチェーン展開しているお蕎麦屋さんがありました。珍しいね。九州お蕎麦屋さん少ないのにね、向かい合わせにあるなんて。そうなのよ。こちらマルシンさんは2024年食べログ100名店に選ばれたお店。久しぶりのお蕎麦にワクワクです。なんとこちら3色盛りがあるっていうんでね。あら、久々の3色盛りいいね。なかなかないからね、3色盛りやってる蕎麦屋さんは。そうなの。はい、3色盛りです。田舎、せいろ、白雪と一度に楽しめるなんて贅沢だ。幸せだ。いや、見事な3色。暑い季節はやっぱ蕎麦だね。暑いか？もう暑いよ、九州は。確かに。はい、田舎は太めで噛み応えありますね。噛めば噛むほどに蕎麦の香りが感じられる。ちなみに3色で一番どれが良かった？個人的にはせいろが一番好きかな。やっぱそうか。それぞれに太さ、コシ、香り、喉越しが絶妙で美味しゅうございました。九州来てやっと美味しいお蕎麦に出会いました。本当だね。よかったですたい。また来よっと。10. Kagoshima. Juhaku. 鹿児島におしゃれパン屋さん見っけ。ここはいいパン屋さんだ。爽やかイケメンズがパンを焼いています。ねえ、おいちゃんもタジタジの爽やかイケメンズでしたね。コメントは差し控えさせていただきます。なんでだよ。いやー、美味しかったですね。ね、私好きなタイプばっかり。クロワッサンも美味しいけど、ハード系が特に美味しいね。久々に音でも美味しいパン屋さんに出会いました。ねえ、サクッパリって音がすごかった。美味しいパンをありがとう。ゴルゴンゾーラはちょっと匂いがあるけれども、そりゃそうだ、ゴルゴンゾーラだからね。それが美味しい素晴らしいバランスですね。はい、フルーツ、そしてフルーツ&ゴルゴンゾーラ、完全ワインとともにって感じの大人パン。フォンダンショコラもシナモンロールもどこの店とも違う。こういうこだわりって大好き。通りで美味しいと思ったら、なんとこちらのパン屋さん、福岡行列の名店パンストックで修行を積んだ方なんだそうです。パンストック？ああ、そうなんだ。なるほど。それでか。最近パンストックの様子がおかしいの、ひょっとして。あらま、そういうこと？どうでしょう。長島さん。11. Tagami. Tonkatsu Takate.
せっかくグルメでも紹介されたことのあるこちら竹亭さん、地元の方々でごった返しでございますね。人気ですね。これぞ繁盛店。地元でも愛されてるお店なんですね。さあ今回のとんかつはどんなんでしょうか。じゃじゃーん。バップはいつものロースの上とんかつをで、私はヒレをいただきます。メンチカツも気になるけどね。はい、予想通り美味しいねえ、美味しい。何ですかこのケンタッキーフライドチキンのような香りがするとんかつね。すっげえ良かったです。とんかつの油が独特。これは未体験の香ばしい衣とんかつでしたね。美味しい肉も完璧だ。ロースカツとしては九州で食べたとんかついくつ食べたんだね。6、7軒は食べてるんだよね、結果食べた中で一番美味しかった。でもこちらのとんかつは県産とは書いてあるが黒豚とは歌ってないんだよね。ちょっと確認できなかったんだけど、食べた中では全然一番美味しかったですね。これぞ日本のブランド豚って感じで、黒豚歌ってひどいの出してる店が多いですが、ここのとんかつは間違いないです。とんかつ屋のデフォルトご飯キャベツおかわり OK。 おいちゃん珍しくご飯おかわりしてあるね。はい、長崎県産ニコマルを使用したご飯も美味しくてね。味噌汁も美味しい変わった味噌汁だったね。薄いコーンスープのような味がする。麦味噌なのかな。絶対にまた食べたいとんかつ屋さんでした。過去ベストとんかつ10には入ってくるかな。すげえ。節を刻みながら成長していく竹のようにお店を成長させてってことで竹亭らしいんですけど、成長しなくていいです。もうこのままでね。はい。 Jakaino Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Nagasaki Kaiwai des Otanoshi Mini See you soon。 いや黒豚楽しみにしてたんですけど、どうやらちょっとあんまり美味しいのには出会えなかったっていうことで、はい。結構な件数いただいたんですけどねなんでしょう。手当たり次第食べていかないとわからない部分があるので、ぜひ皆さんの美味しい黒豚教えてください。よろしかったら。情報お待ちしております。ここの今回の竹亭さんと日向の藤勝さんは美味しかったんだけど、黒豚とは書いてないんだよね、両方とも確か。ああ、そうかも。国産豚みたいいや当たり前に県産って書いてあるけど、それは県産イコール黒豚なのかもしれないけれど、他のね黒豚って書いてる店の黒豚を食べてみたら、おいおいっていう感じのが多々ございましたんでね。黒豚には罪はないと思う黒豚は美味しいんだと思うよ。ただそのお店のねああ、調理方法とか保存方法だったり提供方法だったりっていうのがちょっともったいないんじゃないのかなっていうところでね。そうですね。また探しに行きましょう。はい。お酒をちょっと飲んでほろ酔いの時ってすごい心臓がバクつくんですよね。もうその自分の心臓の鼓動がうるさくて寝られない。アルコールに免疫がないんだろうね、多分体が。免疫はないことないと思うんですけど、合わないってことですかね。その心拍数が相当な量に増えてる。ドッ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 、それがもうね耳のここで鳴ってるみたいな感じでうるさくて寝られない。こういう体質の人って結構いると思うんだけど、で私お酒ダメなのって言ってる人って大概そういう体質だと思う。だから自分もそうなんだけど、これね仕事から飲まざるを得なかったわけで、そうね、あれ飲めんじゃんと思って、その 2,3 倍とか最初の 1,2 時間は結構バクついたり苦しくなったりするんだけど、それをぶっ越えてぶち込んでいくと、どんどん楽しくなって無限に飲めるようになってくるんだよね。そしてそうなると別にバクバクもしないし、その心臓の鼓動がうるさくて眠れないってこともないわけ。これをね、そういうお酒はダメと思ってる人一度お試しいただきたいと思いますね。すごい楽しい世界が未来にあるかもしれませんね。だけどお酒あんまり好きじゃないんですよ。今はほとんど飲んでないです。なぜかというとブレーキが効かなくなるんです、飲み始めると。だから
この旅でもちょっとね2度ほど飲みました。この前もどこですか？延岡でやっちゃいましたね。延岡でね、まあ、3軒飲んだだけか、はい、やっぱりそんなに飲んでないんだけど、次の日編集が手につきませんでした。残りますね。酔っ払ってる感じではないんだけど、何もやる気がしないっていう、はい、だるい感じ。そうですね。お酒はあんまり良くないのかな。体が重たい感じになります。はい、ほどほど。ゴルフの方がいいですね。楽しいゴルフ。同じ4000円使うなら、ゴルフ行った方が体重減るしね。めっちゃ歩くしね。サウナを気持ちいいこと。お風呂が気持